ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。角田裕樹 F1 パワーランキング3位。精神的にも今は違うレベルとバウエル。アストンマーティンのストロールの後任に完璧と F1 評論家の話題です。ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手は日本グランプリの F1 公式パワーランキングで3位に入り、鈴鹿での活躍ぶりを評価されています。 RB のピーター・バイエル CEO は角田選手のことを精神的にも大きく進歩したと評価し、日本グランプリで角田選手が見せたドライビングを傑作だと称賛しています。バイエルはシミュレーターを担当している岩佐歩選手の仕事ぶりを高く評価し、マシンの開発競争において岩佐選手の役割の重要性を伺わせます。 BBC の F1 評論家はアストンマーティンのストロールを降板させ、代わりに角田選手をマシンに乗せるべきだと主張していて、アストンマーティンはこのままではアロンソがドライバーズチャンピオンのタイトルを取ることはあっても、チームがコンストラクターズチャンピオンのタイトルを取ることは難しいだろうと指摘しています。またピレリタイヤのテストが水曜日に鈴鹿で行われ、角田選手が最終日を担当しました。日本グランプリの F1 公式パワーランキングでビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手が3位になりました。日本グランプリで10位入賞を果たした角田選手は2012年の小林カムイ以来となる日本人ドライバーの母国レースでポイントを獲得しました。角田選手が今年どれだけ成長したかを示すもう一つの例であり、角田選手のパフォーマンスは注目され始めています。パワーランキングではセルジオ・ペレス、フェルナンド・アロンソと並んで3位になりました。ビザキャッシュアップ RB の CEO であるピーター・バイエルはアウト・モート・アウント・シュポルトで次のように角田選手のことを話しています。彼があそこで見せたものは全くもって完璧で間違いなく傑作だった。このコースでオーバーテイクするのは容易ではない。同時に彼はタイヤを伸ばしすぎなかった。特に最後の10周は安定していた。コンマ1秒のアップダウンがあったくらいだ。これは彼が全てをコントロールしていたことを示している。もちろんメカニッククルーのことも強調しなければならない。彼らは素早いピットストップでメガインパクトを与えてくれた。ピットストップ中のオーバーテイクはまだ給油が許されていた時代だけのことだった。バイエルは角田選手にラジオで悪態をつくたびに 0.1 秒を失うと説明したら、角田選手は納得したと言います。もちろんだ。私たちはこの話題で彼と多くの時間を過ごした。私は感情的なライダーや感情的なアスリートのファンだが、彼が悪態をつくたびにコンマ1秒を失うことになると説明した。このタイトなスポーツではね。幸いなことに彼はとても野心的なので、この問題がいかに重要かを理解してくれた。勇気はまたこの冬に驚くほど肉体的に向上した。彼はそこから多くの力を得ている。チームには新しい理学療法士がいるが、多くの経験を積んでおり、勇気のために大いに役立っている。また新しいことをたくさんやっている。あまり詳しくは言いたくないが、例えば卓球をするようになった。スタート前の慌ただしい状況でも勇気が集中し落ち着いていられるようにうまく仕向けている。バイエルは角田選手が地元の観衆の前でパフォーマンスを披露するというプレッシャーを吸収していたとモータースポーツ .com に次のように語っています。この 2,3 戦で彼は精神的に大きな進歩を遂げた。冬の間彼は肉体的にも素晴らしい進歩を遂げたが、精神的にも今は違うレベルにある。またバイエルは開発面で岩佐歩選手の仕事を高く評価しているのが印象的です。その通りだ。
カーブは直線的に上がっている。週末ごとに自分のやり方で戦っていく。大きな助けになっているのは、マシンをよりよく理解できるようになったことだ。またエンジニアリングチームには多くの新しい人たちがいて、組織も多少再編成されている。つまり車をよりうまく扱えるようになったということだ。シミュレーターの問題にもっと集中できるようになったことも助けになった。特に岩佐歩夢のシミュレーターでの仕事ぶりには触れておきたい。だからこそ鈴鹿で彼に実車を体感してもらうことは非常に重要だった。そうすることで次のイベントで実車のデータを送った時により良いフィードバックができるようになる。今のところ多くのことがうまくいっている。でもそれに甘んじることはできない。とてもタイトなんだ。モータースポーツ .com にバイエルは次のように話しています。僕らが感じたこと、そしてそれはある程度僕らが誇りに思っていることでもあるんだけど、レース技術に基づいてトップ10に入ったのは今回が初めてで、何かが起こったり誰かがしくじったりしたからではない。ポイントを獲得するには効果のあるアップデートを最短で繰り返すほかはなく、岩佐選手の担当しているシミュレーションはかなり重要視されているようです。日本グランプリで岩佐選手が FP1 で走行したのもマーケティング的な意味合いもあるでしょうが、できるだけ早くシミュレーターを担当する岩佐選手をマシンに乗せたかったようです。角田選手は今年これまでの全てのイベントでアストンマーティンのランス・ストロールを上回っています。しかしバイエルは RB がこのままストロールを突き放しトップ5のチームの最後尾に食い込むことができると示唆するのは時期尚早だとモータースポーツ .com に次のように話しています。それは慎重に考えなければならない。ランスのアップグレードは当初考えていたほどではなかったようだ。アストンマーティンはランス・ストロールが F1 タイトルを逃す前にストロールをハイパーカープログラムに参加させるよう促しているそうです。ストロールの父親であるローレンス・ストロールがオーナーを務めるアストンマーティンで6シーズン目になるストロールには昨シーズンのパフォーマンスについて厳しい意見があります。チームメイトのフェルナンド・アロンソの206ポイントに対してストロールはわずか74ポイントしか獲得できていません。アストンマーティンはチームランキングで5位に転落してしまいました。もしストロールがアロンソの半分でもポイントを獲得していればチームは4位につけていました。アロンソと同じポイントを獲得していればチームは3位だったはずとプラネット F1 は指摘しています。ストロールのモチベーションには疑問が持たれていて F1 の噂ではテニスに行くのではとまで言われていましたが、ストロールは今シーズンもアストンマーティンにいます。今シーズンもストロールはアロンソに惨敗していて、日本グランプリではアロンソが AMR24 を5番グリッドにつけたのに対しストロールは16番手で予選を終えていました。現在アロンソは24ポイント、ストロールは9ポイントを獲得しています。 BBC の F1 評論家であるハリー・ベンジャミンはアストンマーティンのストロールを降板させ代わりに角田裕樹選手をマシンに乗せるべきだと考えています。ベンジャミンはアストンマーティンが2026年にホンダのパワーユニットに移行するため角田選手がその完璧な後任になると考えています。彼が他のドライバーだったらここ数年のパフォーマンスから見て今まだ F1 にいることはなかっただろう。彼があのチームにいるのは彼の父親がチームを所有しチームを運営しているからだ。アストンマーティンは昨年コンストラクターズ選手権で3位以内を逃した。ストロールはあちこちでポイントを稼いだがあのチームでは力を発揮できていない。フェルナンド・アロンソが再びチームを支えているのだ。アストンマーティンが F1 で脅威となることを望むならそのための施設も資金もある。まずフェルナンド・アロンソを確保する必要がある。
2026年にホンダのパワーユニットを手に入れる。もし角田裕毅がレッドブルで評価されていないのなら、彼に昇進するか、あるいは RB チームにとどまることを提案したい。今のところ彼はダニエル・リカルドを圧倒している。彼がワールドチャンピオンドライバーだとは思わない。しかし、もし彼が2代目のアストンマーティンに乗っていたら、ストロールよりも多くのポイントを獲得していただろう。角田とホンダのつながりがその理由のようなものだ。さらにベンジャミンは次のように指摘しています。フェルナンド・アロンソがアストンマーティンでドライバーズ世界チャンピオンになったとしよう。昨年のマックス・フェルスタッペンのようなシーズンを送らない限り、アストンマーティンがコンストラクターズチャンピオンを獲得することはない。アロンソとストロールのコンビでは、アロンソがドライバーズ世界チャンピオンになる可能性があっても、コンストラクターズで世界チャンピオンになる可能性はほとんどないようです。角田選手はストロールに代わってアストンマーティンで走る可能性はあるのでしょうか。ピレリのタイヤテストが水曜日に鈴鹿で行われ、RB の角田選手とザウバーのバルテリ・ボッタスが参加しました。角田選手が参加したことで、タイヤテストにかかわらずグランドスタンドには数百人のファンが詰めかけたそうです。鈴鹿タイヤテストの2日目、ピレリはオーバーヒートを抑えることを主眼に、冬に始まった作業の継続として来シーズンに向けた新しいドライコンパウンドと構造の開発に焦点を当てました。今日の路面コンディションは完璧で、気温は20度、路面温度は37度に達しました。両ドライバーとも多くの周回をこなし、角田選手はベストタイム1分34秒337で115周、ボッタスはベストタイム1分33秒983で149周でした。ピレリのモータースポーツディレクターであるマリオ・イソラは次のように話しています。鈴鹿で 3000km 以上を走ったことで、スリックタイヤに関する膨大なデータとインターミディエートタイヤに関する情報を得ることができた。今後数ヶ月間、今年のテストプログラムでは、より高い耐久性を実現する構造の最終決定と、オーバーヒートを抑えることを目的としたコンパウンドの全面的な刷新に引き続き注力していく。さらに9月からは、2026年用タイヤの開発もスタートする。角田選手は、次のように話しています。鈴鹿は大好きだし、ここを走れるときはいつもハッピーだ。このサーキットは飽きることがないし、未だに多くのファンがサーキットを訪れているのを見ると驚かされる。天候に恵まれたこともあり、午前と午後のセッションはスリックタイヤで非常にスムーズに行われた。ピレリに多くのデータを提供し、全てのプログラムを終えることができてよかった。ストロールではホンダパワーユニットを搭載してもチャンピオンが取れないのではないかという現実がアストンマーティンには突きつけられている状態です。角田選手は移籍のチャンスをつかむために毎回ポイントを獲得していってほしいですね。バイエルのコメントを見る限りでは、チームはかなり良い循環に入ってきているようですので、これからも期待できそうです。角田裕毅、F1 パワーランキング3位。精神的にも今は違うレベルとバウエル。アストンマーティンのストロールの後任に完璧と F1 評論家の話題でした。